今回は私のような庶民でも頑張れば買えそうな軽キャンハッピーワンプレミアムを自腹でレンタルしてきたので紹介していきます。JP スターさんが作っているハッピーワンシリーズは380万円から乗れる本格的な軽キャンピングカーです。私が今回乗るのはハッピーワンプレミアムという450万円ぐらいのラグジュアリーなグレードです。試乗シリーズでは率直に思ったことを伝えたいので先に感想を言いますね。内装の豪華さや車中泊の快適さは文句なしの100点満点ですが、走行性能に難ありです。軽トラに巨大な家を乗せているわけなので仕方ないんですけど、これは運転が大好きな私でも運転にストレスを感じてしまいました。捨て道オンリー道の駅巡りの旅とかなら最高の相棒になってくれると思いますよ。1000万クラスのキャブコンはハードルが高いよって方にはおすすめの動画になるので、タイムスタンプから気になるところだけでも見てみてくださいね。早速気になる内装を見ていきたいんですけど、その前にとりあえず車両サイズだけ。ベース車両はダイハツのハイゼットで全長 3780mm、全幅 1690mm、全高 2490mm なので全長と全幅はほぼスイフトです。高さ以外はコンパクトカー並みなので不安なのは加速やハンドル操作ですね。この辺は最後に運転して確認します。とりあえず外観は後回しにして一番気になる内装を見ていきます。エントランスですが集中ロックやリモコンがありません。開け方はパスワードでロックを解除するか鍵になります。今回はレンタカーなのでここのボックスに外部電源用のコードが入っていますが、これは靴箱としても使えそうでいいですね。入り口には網戸がついているので車内の光に集まってくる鬱陶しい蚊やハエが気にならなくて良さそうですね。中に入ると外の箱から想像ができないくらい広かったです。私は身長150センチですが天井まで20センチぐらいありました。車内で余裕を持って立てるのは着替えの時や車中飯作る時に腰への負担も少ないです。ポップアップルーフになっているモデルもあるので身長のある方はそっちが良さそうですね。スペースは相当広く大人一人だと持て余すぐらいです。大人の秘密基地って感じで最高です。ソファーも柔らかめで座っていても疲れません。後ほど紹介しますがベッドにもなるのでここの柔らかさは重要ですよ。断熱はとてもしっかりしています。相当こだわっているようですよ。窓は断熱アクリル窓でよくあるキャンピングカーと同じタイプです。開閉ドアへも簡単に調節できます。もちろん網戸とシェードもワンタッチです。これ便利ですよね。アクリル板はものすごく厚く作られていて乗用車の窓5枚分ぐらいの厚さでした。スモークもしっかりかかっていて日の光が当たっても中はほとんど見えなかったです。入室何秒で車中泊モードに切り替えられるか測ってみますね。5秒です。これは道の駅や温泉施設であっという間に休憩部屋になってくれるので便利です。温泉上がりにこの部屋で休憩するのも楽しそうです。電装関係は一つのパネルにまとめられています。3つモニターがあるんですけど、左が使用電力や残量、バッテリーがあと何時間使えるかなど書いてあります。真ん中のモニターで換気扇や水道の電源を入れたり照明をつけたりできるみたいです。照明をつけるとこんな感じで明るいですし、雰囲気もいい感じです。そして一番右のパネルはインバーターになっています。これをオンにすると車内の 100V コンセントや電子レンジが使えるようになります。そしてパネルをめくるとブレーカーにアクセスできます。素人にはよくわからないんで触らないでおきます。足元の収納に 400Ah のバッテリーが収納されています。ワットアワー計算で 4800Wh になります。車内電源はコンセント3箇所とシガーソケット1箇所の計4箇所です。バッテリーへの充電は 175W のソーラーパネル、外部充電、走行充電の3つの方法があります。あると便利な冷蔵庫もついています。缶ビールや 500ml ペットボトル数本は入りそうです。小型の冷凍庫もありますよ。温度調節も可能でマイナス15度まで設定できました。12V クーラーもついています。
夏場はクーラーなきゃ文字通り死ぬので、これは助かりますね。この断熱性能との組み合わせならしっかり活躍してくれそうですね。エンジンを切っていても軽油で暖房が使える FF ヒーターもついています。設定温度は最大34度です。一酸化炭素中毒を気にせずに暖を取れるのは最高です。温風はエントランスの方から出てきます。もちろん水道もついています。給水タンク容量は25リットル、排水タンクは18リットルです。水道下にはタンクが収納されています。ソファー下には大容量の収納があります。2人分の荷物ぐらいなら余裕を持って収納できそうですよ。こちらは外と直接つながる収納です。なぜじょうろがあるのかは後で説明します。上部収納は4箇所あるので1ヶ月分の服なら余裕で収納できそうです。キッチン上の収納は調味料やフライパンを入れようと思います。天井にはマックスファンもついていますよ。キッチン窓を開けて使えば肉もガンガン焼けそうですね。折りたたみテーブルがあるんですけど、こんな感じでキッチンの溝に引っ掛けるといつでも取り外し可能なテーブルになります。一人だけの作業部屋になって仕事もはかどりそうです。そしてベッド展開はめっちゃ楽で一瞬です。あっという間にシングルサイズのベッドが出来上がりますよ。ふかふかで寝心地も良さそうです。ここがメインベッドになると思うんですけど、足元まで190センチぐらいあるので快適に寝られそうです。最高。寝返りも打てるので1人なら快適です。大人2人までなら少し窮屈そうですが寝られそうです。もちろん元に戻すのも簡単ですよ。バンクベッドもあるんですけど、こっちも簡単3ステップで展開できるので紹介してきますね。はしごはありませんが、ソファーを踏み台にすれば簡単に登れますよ。車体サイズから想像できない広い空間で感覚がバグります。斜めに寝れば170センチぐらいまでの方なら足を伸ばせそうです。バンクベッドにも窓があるので換気もできます。読書灯もついてますよ。私の場合ここは便利な物置ですかね。次は外装の紹介です。ベース車両はダイハツのハイゼットになります。ところどころメッキ化色されています。ヘッドライト、フォグは LED、ウインカーは電球ですね。フォグがついているのはありがたいです。フロントをよく見るとカメラがたくさんついています。運転支援の機能は後で説明しますね。シェルとボディの接着部分は綺麗に仕上がってます。これ一台一台手作業で仕上げてるのすごいですよね。屋根上はこんな感じになっていて、マックスファンとソーラーパネルがついています。ソーラーパネルは 175W のものがついています。次は左側です。全長 3780mm ということでコンパクトに収まっています。これはスイフトやエリスなどのコンパクトカー並みのサイズですよ。左側面からは給水口や FF ヒーター用の軽油タンクへのアクセスができます。給水タンクの容量は25リットルです。FF ヒーター用の軽油タンクは10リットルです。FF ヒーターの燃料は1時間で 200ml 使うみたいなので、満タンで約50時間使える計算ですね。シャワーもついているので、泥のついた靴を洗う時などアウトドアで活躍してくれそうですね。そして驚いたのは電動オーニングがついています。ボタン一つで2メートルぐらいのオーニングが出てきますよ。強度があるので足を出さなくてもそのままで使えるそうです。LED ライトもついているので夜のキャンプ場で大活躍です。風がある日なんかはこんな感じで足を出して支え棒にできますよ。そして外にも 100V コンセントがあります。キャンプ場で便利ですね。反対側にガソリンの給油口があります。かなり奥まった位置にあるので給油はしにくそうです。そしてソファー下につながる収納もあります。このじょうろは給水の時に役立ちますよ。ペットボトルだとうまく入りませんが、じょうろならこぼさずに給水できます。背面の透過類はこんな感じです。
後ろから見るとでかすぎて軽キャンに見えません。そして外部充電の穴とゴミを一時的に保管できる収納があります。今回はレンタカーなので開けられないようになっています。ホイールは14インチのアルミでスタッドレスを履いています。ベース車が軽トラなだけあってリーフスプリングになっていました。どんな乗り心地になるのか気になります。リア側にはスペアタイヤとスタビライザーが装備されています。足回りは強化してあるみたいです。撮影していて気づいたんですけど、これスタビライザーの付け根いかれてないですか？詳しい方教えていただけると助かります。最低地上高低めなので基本は舗装路を走ることになりそうです。最後に運転席を紹介します。リモコンかドアのボタンでロック解除ができます。シートは革っぽくておしゃれな仕様になっています。結構柔らかくて座り心地は良さそうです。ごついアシストグリップがあるので乗り込みはとても楽です。ドア閉める音はトラックです。インパネ周りはシンプルで覚えることも特になさそうです。安全装置や運転支援、アイドリングストップや四駆の切り替えなど全部この辺に集中していました。物理ボタンは使い勝手いいので助かります。エアコンも私の大好きなアナログでしたよ。そしてベースが軽トラなのに10席側の椅子ががっつりリクライニングできました。これはコンビニの休憩とかで助かりますよね。ミラーの視認性は悪いです。シェルの部分が邪魔なので普段の運転姿勢から頭をずらさないと後方がしっかり見えません。そしてデジタルインナーミラーがついていたんですけど、これが結構見やすかったです。人とか車を検知して音や色で知らせてくれるハイテクミラーです。一通り紹介も終わったので実際に運転してみようと思います。思ったよりも乗用車のような感覚で運転できて驚いています。ただ加速はやっぱりもたつきます。アクセルほぼ全開にしてもトラックに負けます。こんな小さな車体に巨大な家を乗っけているので当然ですね。私が乗っている軽ジムニーよりももっさりしていました。そして当たり前ですが制動距離が長く、とにかく早めのブレーキが必要です。他の車を運転する時よりも一層車間距離に注意が必要です。ベースが軽トラなので車両感覚はつかみやすく運転しやすかったですよ。そしてコンパクトなので都心の道もスイスイ走れましたよ。高速での直進安定性には不安を感じました。横風や路面の凹凸でハンドルを取られます。カーブも手前でしっかり減速しないと車が大きく傾く感じがします。一番怖かったのは高速の合流です。アクセルペダルを床いっぱいに踏み込んでも少しずつしか加速してくれないので、加速車線が短い合流だと絶望です。合流でアクセルを床いっぱいに踏み続けた時のメーターをお見せしますね。40キロからベタ踏みしています。加速はこれ以上どうしようもありません。もしハッピーワンを買うならターボモデルを選ぼうと思いました。高速走行は不安でしたが、下道なら車体サイズも相まって乗用車のような感覚で走れましたよ。下道オンリーの道の駅巡りの旅とかなら快適に楽しい旅ができそうです。今回はざっくりとハッピーワンを紹介してみました。1000万クラスのキャブコンはハードルが高すぎますし、1人や2人旅ならこの車で十分だと思いました。次回はいよいよこの車で車中泊してみますね。よかったらまた見てください。じゃあまたねー。